そうちょっと解説していきますか。解説。下京とメロンなんですけど、下京からまず行くか。これみんなご存知の通り、使い道がないというか、横京下シフトの暴発で出るやつなんで、これ。こいつ。俺んとこにもね、よく質問来るんですよ。下京の使い道ありますか？ないっす。消火栓を飛ばすときぐらいです、これ、使うの。そんぐらいです。これ暴発枠なんで。で、メロンも、B とはいえ、弱いっすね。俺の大会とか見てても分かると思うけど、一番このメロンが出番少ないと思うんで、ただ復帰がね弱い、例えばガノンとかにオレンジじゃなくて、メロンでも投げたら遅いから逆に刺さるよっていうのはあるんだけど、それもオレンジでいいかなっていう感じで、わざわざメロンまで貯める必要もないなっていう。次、前投げは崖端で崖の方向を向いてる時に掴んだ時に、下投げか前投げかっていう選択肢があるんだけど、これぶっちゃけどっちも強いっす。どっちも強いというか、どっちも強いっていうのは語弊があったら強いどっちかしかないんで、どっちかを使うしかないんですけど、どっちも一応使う理由があって、前投げはパーセントが少ないけど、後の硬直が少ないんで、その後の展開がね、ジャンプ読みとかになったりして、一応そういう展開があると。で、下投げは、前投げ しなくていいかなっていう、相手のキャラによる感じっすね、これ。相手のキャラで使い分ける感じで、下投げは前投げじゃなくていいなって時、パーセント稼ぐ時に使いますね。下投げの方がダメージ高いっていうの。でも後付きがあるんで、その後の展開は微妙かなっていう。普通かな、微妙っていうより普通。つかみ打撃は普通かな。そう評価するとこないかな。ね、弱1、弱2、弱3なんだけど、なんでこんなに、これ低い部類なんだよね、パックマンの中で。この3つなんで低いかっていうと、範囲が狭いんですよね、これ。スマホ病にかかってるかもしんないんだけど、スマホもっと広くて、後付きもなくて使いやすかったんだけど、ちょっと使いにくくなったかなっていう感じで、全然強い弱ではあるんだけど、ちょっと過去の栄光に浸ると、そんなにかなっていう。弱界では普通に優秀な方だと思うんだけど、優秀な方かな今、ピクオリの弱とか思い浮かんだけど、あれ、めっちゃ強いよな上京は、ちょっと初心者パックマンには、なんだこれ、ゴミ技じゃないかっていう、そんな感じに思われるんだけど、僕の、大会の動画とか見てくれてる人はわかると思うんだけど、普通に上京使ってるんで、使える技です。使いどころとしては、一番わかりやすいのがリンクキック族の空上のあるじゃないですか。あれでみんな着地しようとするんですけど、この拳の部分に無敵判定があって、あと発生が早いのもね相まって、着地狩りに使えるっていう、拳無敵なんで一方的に判定が勝てるっていう意味でね、クッパのうまいことやればクッパの下強とかもね、下強じゃない、空下とかも止められるんで、なんかタミスマかなんかのヘローさんのクッパにそういうのやった覚えあるんで、普通にこれ強いっす。そっから空上がね、空上とか空前とかも空 N とか繋がったりして火力が伸びるっていうのもあるので、普通に強いっす。そうなんだろう、対地上においては全然使えないから、そんなに難しいんだけどね、対空性能はすげえ高い。チェリーとイチゴか。この2つ、俺ほぼほぼ一緒だと思ってんだけどなんか意外と使いどころが多いというか、適当に投げてたら展開が良くなる場面が多いかなと思って、これは B じゃないですね。もうチェリーだと、当てた後につかみが確定したりとかね、そういう場面あるんで、イチゴも同じような感じでね、
そう、あと、みかんでカバーできない範囲の復帰阻止あるんですけど、直線ね。それも補ってくれるんで、山なりなんで。あ、そうね、あと、その場上がり誘えたりするんで。まあ言ってしまえば、すぐ出せる分、使い勝手もいいっていう、そんな感じです。まあ、掛けがえにチェリー投げといたりしたら、まあ、意外と展開いいかなっていう。この2つはだから、重宝してますね。まあ、次、下スマ。下スマっす。下スマ、横スマでいいなっていう。崖も横スマで、全部横スマでいいんですよね、これ。横スマの方がリーチもあるし、見てからやるなら横スマでいいっていう。あ、消火栓の下スマはこれ強いな。確かに、俺使ってたわ。そう、崖に消火栓置いて、下スマは気軽にできるんで、あ、強いな。あれ、あのセットアップ強いわ、そういえば。そう、でもそれはね、一応消火栓が一応仕事してくれてるから使えるってだけで、単体ではあんまりかなっていう。次、横強。これは、パックマン界では、すごい、かゆいところに手が届くで有名な、重宝する技なんですけど、なんか他のキャラの横強を見て、ああいうのいいな、欲しいなって思うぐらいには普通っすかね。まあでも地味に強いんでね、地味強ポイントこいつも。で、一応160ぐらい溜まるとバーストもできるよっていう。これで、あと強いのは横強の下シフトなんですけど、これが崖の 2F に刺さって強いっていう。横強下シフトと、上強、パックマンの上強使える人はもう一流だと言っていい気がする。で、あと空母。まあ、空母も、空母界で言うとね、全キャラの空母界で言うと、別になんか普通じゃねっていう、そんな感じで少ないっす。少ないというか評価あんまりしてない。着地スキとか後スキも普通にあるんで、まあ、一般的な空母かなっていうのが僕の評価かな。じゃあ、次 A プラいきますか。これ DA。これ DA だよね。DA、言わずもながかな。これごまかしの神。DA、最初はなんかジャスガの仕様変更で、なんか3段目ジャスガされて、スマホより弱くなったんじゃないかって思ったんだけど、一向にこれジャスガされる気配がない。ごまかし放題。みんな、対応できてないっていうのがあるんだけど、ノーリスクなんで。もうちょっとジャスがされるようになったら、ランク下がってくるのかなっていう。オレンジはみんなご存知。万能で有能で、ベクトルが神。これ3番目に出していいフルーツじゃないでしょ、これ。いや、というのも、これもスペシャルの仕様変更なんだけど、回避がね、1回しか使えない分、相手の復帰阻止で、軸が合うように投げたら、絶対回避とかアクションを起こさざるを得ないんで、その後隙を空下で仮に行くのが強い。ベクトルがね、マジで当たったらやばいから、何かしら相手はアクションを起こさなきゃいけないっていうのが、やばいっすよね。とにかく、すぐ出せるのがこれやばい。トゥルルっていう、そんな効果音の矢先出していいフルーツじゃない、これ。そんな感じですね。で次、上投げ。上投げは、まあ、そんなもんかな。コンボつながるの偉い。そんだけかな。上スマ。上スマ。本当は横スマ当てたかったっていう。そんな場面の時に上スマが出ます。ベル当てた後ね。ベル当ててちょっと浮いた時に、当たっちゃった時に、しょうがないから上スマするかっていう、そんな感じです。あと、ガーキャンで出せるのが強いんだけど、まあなんだろうな、発生がね、そんなに早くないんだよね、これ。このスペシャルっていうゲームの中において、触れる場面が限られてくるね。ローラーの最大反撃とか、そんな感じかな。そう。リンゴ。バーストに困ったら、これって感じ。ベクトルが上なんで、まあ、なんていうの、ステージのラインが関係ないのが、これは偉いですね。まあ、あとは、スピードも速かったりして、見てからあんまり間に合わないとか、そういうのもあって、
これ普通に評価高いですね。だから最初パックマン使いたての時はバーストがこうリンゴが鍵になりがちな気がするね。困った時にポイポイする。普通に強いこれ。俺も大会とかでね、横スマ当たんねって時リンゴ投げる時あるんで、リンゴのおかげでなんかパックマンのバナンが少しマシになってる、そんな印象ですね。で次鍵ね、前作と比べてなんだろうな前作と比べて強くなったところも弱くなったところもあるんだけど、その弱くなったところの吹っ飛ばしがね本当に痛すぎる。本当に飛ばないこれ。鍵投げてピキーンって演出出た時にあれもう信用してはいけないんで信用はしてはいけません。あれはあれに500回ぐらい騙されたんで。前作の鍵はやばいほど飛んでたんだけど、今作はなんか投げてる途中で物に当たった時にヒットストップが存在しないんだよね。だから例えば消火栓と一緒に投げた時に前作だとヒットストップが反応、あってピュッピュみたいな一回止まってたからちょっと弱かったんだよね。見てから間に合うじゃんみたいな。例えばピクオリに投げた時にあいつピクミン3人いるからめっちゃもう遅かったんだよね、こう止まって。それが今作なくて、そういうなんか対ピクミンとかそういう処理能力は高いんだけど、飛ばないっていう飛ばないっていう、持ってるだけで早いから持ってるだけで圧は与えれたりするんだけどっていうね。圧があってもなんかそんなに強いんだけどね。相手のパーセントが160とかになった時には異常な強さを発揮するんだけど、それからが鍵の本番っていうね。このゲームで160とか貯めたら終わりなんでじゃあ次 S ランク。後ろ投げはもうつかみの性能と噛み合ってめっちゃ強いっていう、もうなんていうの、もうその場上がりつかみからの後ろ投げみんなするでしょパックマンの、ね、第6ぐらいの崖上がり、その場上がりつかみ後ろ投げ全部もう入れ込んでるんでそんな感じ。これ純粋に強い3回までなら連続でするでしょ。もうその場上がりつかみ後ろ投げするでしょトランポリン、トランポリンね、前作のガーフがなくなったとはいえまだまだ暴れだけで見たら1フレームっていうのは変わってないんで全然強いですね。復帰力が上がるっていう面でこの2つ、パワーアイスとトランポリンはパックマンの強さにだいぶ直結してるんで、これは評価せざるを得ないっていう。たまにメテオとか助けてくれたりするのもナイスと。でたまに悪さもすると。次パワーエサなんか前作と比べてめっちゃ距離伸びました。前作の約2倍ぐらい伸びてない？これクリティカルヒットの判定がなんかもうちょっと前作より先になっちゃったんですよね。なんか当てたと思ったら 1% の部分に当たったみたいな、そんな感じ。なかなかだからクリティカルヒットに当てづらいっていうのも、復帰だけで見たらもう全然エスプラあるんで、なんかこっちでいい気がしてきたな俺。なんか距離長すぎだもんな明らかに。距離の長さがあって絶対帰ってくるマンなんで、それもパックマンの安定感につながってると考えれば、これ妥当な気がするな。エスプラでいい気がするな。空下です。空下もなんかエスプラな気がしてきたな。なんか空下ちょっと今から解説しようと思うんですけど、解説の分量を考えたらここだわこいつとにかく使い勝手がいい。使えるところがある。一番使うのは復帰阻止で使うんだけど、それだけでもね使えれば強いんだけど、それに飽き足らずジャスが対策にもなるっていうね、連続技なんで、ジャスがしたと思ったらもう一段あったっていうそういうのもできるしね、なんか引きながらやったらつかみされないとかね、いろいろあるんで
これ強いわ。あと崖に適当に置いてね、バーストみたいな。今日ね、ガーキャン空下もあるし、着地のごまかしもあるし、これ強いわ。そう強いわこれ。最強っす。つかみいきます。みんなご存知最強のつかみです。これ全ファイター最強のつかみなんで。なぜかスマブラスペシャルで唯一パックマンだけつかみにその場回避ができないっていうね。その場回避絶対つかむマンなんで。これもね、空下もさっきコメントあったんだけど、これ全部スマホで弱かったんで強化された部類ですねこれ。しょうがないな、使えるようにしてやろうっていう調整班のいただきですこれ。あとその後のね、後ろ投げとも噛み合ってて、これ強いですね。この後ろ投げがね、マジでパルテナぐらい飛んでたらぶっ壊れだったな。一応隙はあるからそんなにバンバン触れないけど、まあでも長所の方がでかいんで、その場回避されないっていう。消火栓もみんなご存知、パックマンといえば常にステージ上に消火栓が置いてあります。この設置物のせいでパックマンのキャラランクがもう飛び上がってると言っても過言ではない。消火栓を置くことのメリットもいくらでもあるんだけど、ちょっと解説しきれないな。とりあえず言えることは、これ消火栓を好きな時間に好きなところに置くっていうところでパックマンの展開にできるっていう。このゲームなんか70とか80とかキャラいるんですけど、消火栓を置くだけで相手のできることってもう限られてくるんで、常にパックマンペースに持ち込めるっていう。そうね、俺の陣地を作れるっていう。あとはもう暴れでも着地でも、着地もこれのおかげでもうありえんほど強くなってるし、暴れで使っても強いし、この1個の技だけでもう対処できない人はこれだけでボレるっていう。左右差をつけるならダントツでこっちなの。次、空上。皆さん空上の評価どうですか皆さん。僕はもうありえんほど強いと思ってるんですけど、空上。俺この技のおかげで助かってる部分いっぱいあるんで、これ小ジャンでやると絶対台上乗らないんだけど、空上をするとね乗れるっていう、こんぐらい浮くっていうのがまずあって、タイミングずらしね。このゴリラが仮にジャスガを狙ってるとすると、こうやって降りてきた時にピキンってされて、痛い目は合うんだけど、空上ちょっと浮くせいでガード解除した時に当たるようになって、これが噛み合ってると。この浮くのがね本当にやばい。浮くだけの評価をしてるから俺、空上じゃなくて浮く技浮くんだったら空上じゃなくていいよ。ジャスガ対策にもなるし、あとはこれ上級者向けなんだけど、例えばねゴリラがさ後ろ投げするじゃん飛ばされるじゃん。いいか、やるか。その後にさみんなジャンプしがちなんだけど、ジャンプ飛ばされた後そこにジャンプ読みが噛み合っちゃって、痛い目を見るみたいなさ、そういうのが対戦でちょくちょくあるんだけど、飛ばされた時にパックも俺もよくジャンプしちゃうんだけど、ジャンプと同時に空上をすることによってキャラが1個分ずれるんだよねこれ。例えばジャンプの展開になったとして、みんな今パックマンがいる位置に空中技を置いてジャンプ読みを成立させるんだけど、空上をすることによってねパックマンがここにいるんですよねだからちょうど台の下のところに相手は技を置きに行くんだけど、ちょっとずれてるんで当たらないっていうね。わかる今この違いわかりますこれ。だから俺はとりあえずジャンプするときに空上をしてるんだけど、このおかげでだいぶ大会とかでも助かってます本当にみんなここに技を置きに来るんだけど、この辺なんだこれはっていうなんだこれはっていう。だからちょっとね分かんない人でもこれからやってほしいんだけど、とりあえず飛ばされた後に空中ジャンプをするときに一回空上をやってみてほしいっていう。とりあえず空上が強いよ。
はい。次、空前。空前はみんなご存知の通り、やばいです。これはやばいです。もうみんな、これもう理由言わなくていいでしょ、空前。なんと、9.6% です、あれ。9.6% を振り回してます。発生5フレームです。以上。パックマンの移動手段です、これ。空前で全てを補ってます。まあ、9.6% なんだけど、多分、小ジャンで振ることが多いから、7% ぐらいかな。まあ、基本7% ぐらいです。はい、次、空 N です。発生3フレームです。最強最強です。ガーキャン空 N を全部に使います。まあ、あと1個解説しとくのが、ガーキャン、まあ、例えばさ、シルクだとさ、ガーキャンエアスラがあるんだけど、あれって、相手がどっちにいるかの表裏確認がいるんだよね。まあ、この空 N くん、なんと、両対応と。とりあえず、相手が裏にいようが表にいようが、とりあえず振っとけっていう。持続もよし、後隙も着地隙も神、悪いところがない。全世界のパックマンくんは、相手のコンボ中にさぞかし A 連打をすることでしょう。次、ベル。前作は Z 落としあって、こうベル当てるまでのタクが多かったんだけど、まあ、今作でも、まあ、当たるし強いっす。強いっす。俺さ、発売時、Z 落としがないから、ベルなんて当たんないでしょみたいな。前作だと、ベル持ちながら、なんか消火栓を飛ばせたりできたんだけど、ね。そう、消火栓飛ばせたもんね。そうなんです。ベル当たんないでしょどうせみたいな。たくないんだからっていう。思ってたんだけど、これプレイヤーも、やっぱりなんか順当に進化していって、あれ相手ガード張ってるなら投げなくていいんじゃねっていう。そういう読み合いができるようになって、なんか今騒がれてますね。あいつら騒ぐの遅いよな。このベルっていうフルーツ5年ぐらい存在するんですけどね。今になって騒いでる奴ら遅いっすね。ベルスマ4より騒がれてんだよな。別にベル自体はスマホからぶっ壊れだったからね。スマホの方がか。まあでもね、このベルの強さっていうのもなんか、こいつのせいな気がするけど、ボス、ギャラクシアン。一応スマホの変更点、言っとくか。これ、スマホより格段に強くなってますじゃん。スマホのボスギャラクシアンは投げるじゃん。投げた後に、例えば、相手の技で相殺されたら、序盤で判定を相殺してしまえば、もうずっと一回転しようが、もう判定がないまま飛んでたんですね。なんと今作のボスギャラクシアン、一回、相手に相殺されるじゃん。なんと判定が復活します。連続ヒットのさ、攻撃判定あるじゃん。連続ヒットするごとに判定が復活してる。何回でも判定が復活します。ありがとうございます。このフルーツを作っていただいて、桜井さんありがとうございます。さあ、いきますか。天上天下、唯我独尊。この世界にただ我一人尊し。横スマの解説いるみんな。ちょっと今から横スマの強さ、やっていくか。フルホールドいきましょう。フルホールドチャンス。20いけんじゃね。いや、早まるな。30% いける余裕だよな、これな。20% か。